もともとはこの団地のショッピングセンターだったんですよね。でショッピングセンターのお店が少なくなってきたところで、シャッター街というかシャッター通りみたいになっちゃったところを先端にいた東京芸大先端にいた渡辺先生が、プロジェクトとして2007年の夏ぐらいに、UR さんと芸大と取手市の事業としてこのショッピングセンターの一角をインアーティストビレッジとしてこう共同スタジオとして立ち上げたっていうこういうスペースがあるということがすごいありがたいんですけど、もっとありがたいのは近隣の方々の理解がもうできていて、何か作業をしていると何やってるのって楽しそうに聞きに来てください。シャッター開けてるとちょっと覗いてきたりとか、特にこのネズミが目立つらしくて、こうネズミを見たくてちょっと中に入ったがって話しかけてくれたりとか、あとこのネズミをこの中に運ぶ時も私一人で持ってきたんですけど、ちょっと団地の方が大変そうだからって手伝ってくれたりとかして、そういった形ですごく緩やかな交流はあるかなって思います。最初の頃ちゃんとみんな開けてたんですよ。で、あまりにも開けてた頃に、オープンすぎて子供たちが来るし、みんな話しかけてくるし、犬猫入ってくるし。で作業してると、一日作業してると、数人には話しかけられて、ドア閉めてるんですけど、コンコンコンと叩かれることも多くて、保育園でお散歩に来てる子たちもベターっと張り付いて見てるから、中に入って作品見てもらったこともあったりですね。あと作業してて締め切り前で忙しいのにおじさんおばさんたちが入ってきてコーヒー入れたから飲みなって言ってくだされたこととかも。去年のオープンスタジオで夜飲んでたら団地の人が気がついたら一緒に飲んでた。で話を聞いたら俺も作品やってんだよっていう話になって。でそれは長くこのトリデアートプロジェクトさんとかここのイノアーティストビレッジが活動を続けてきたから、このイノ団地の中の方々はそういう人たちがいるということを分かってくださってて、でそこに警戒心を持たれてないっていうのはすごいありがたいことで、ここはいい場所です。基本的には木工をやっていて、木工だけというわけではなくてガラスとかを使うこともあるんですけれども、主軸は木です。で、木は習ったわけではないのでかなり独学で自分の作りたいものに必要な技術は調べてなんとかなるようにしてます私自身が歌とか楽器とかが全然ダメで私でも演奏できる楽器を作ってみたいなっていう気持ちと、お客さんがどんどん鍵盤をはめ替えて作曲したり、いろんな曲に組み替えれるものっていうのは小さい頃から作りたいなっていう気持ちがあって、で世の中にあるんじゃないかと思ってたんですけど、今のところ知らないのでないから作ってみようかなっていう制作方法は、私は、とにかくいろんなことをやってます。絵を描いたり、立体的なものを作ったり、あとは素材も様々で絵の具で絵を描くときもあれば、石を使って作品を作るときもあるし、あとはそうですね、ガラス使ったり、セメント使って立体物作ったりっていう感じで割と多岐にわたって制作してます。はい。制作は私は主に転写をしてるんですけれども、内容としては自己と他者が絶対的に分断された別物であるということを前提に他者と自己の関係性についての制作を行ってまして、で技法は転写って結構制作の途中段階で使われるものだと思うんですけど、私はそれを中心にたまにパフォーマンスとかインスタレーションとかもするんですけど、基本は平面作品を中心に制作してます。私は普段いろんな素材を使ってるんですけど、立体がこれまで多くて、
ういったネズミ、映ってるかな、ネズミとか、スチロールを使って造形したりもしますし、あと最近は金属の平面作品を作ったりとかっていうことで、ここは主に実験をして今実験をしながらいろんな素材で作品作ってます。主に、僕はそもそも彫刻家を出て、立体作品が多いんですけれども、ずっと気にしてるのは、少年の思うかっこいいとか面白いとか、それがこう稚拙なものとして扱われるのが納得いかないんですね。でそれが僕には美しく見えるので、未だにそれをどう伝えようかなっていうのを、かっこいい面白いを追求して、作品にしようっていうことをしてますね。ホスピタルアートっていうものに興味があって、よく作品を何度か出してるんですけど、病院の中に何か話のきっかけになるちょっとポジティブな要素が少し置いてあるだけでも会話が何個か増える。それはすごい、すっごいありがたいことで、だからそれは状況が限られてますけど、アートっていうのは社会にとってそういうもので、私と同じようにそんなに芸術に触れたことがなくて興味のない方々は、なんだこれって言って近寄ってきて触って楽しんだり見て楽しんだりして、そういえばこれもアートだなっていつかきっかけがあって気がついたとしたら、そんなに敷居が高いものじゃないんだなって気づくような、そういう、ハードルの低いアートの入り口になるところを私は目指していけたらいいなって思います。ファインアートとデザインっていうものの境界線っていうものにってなんだろうってすごい悩み始めて、なんか大学行って西洋側でファインアートをやり始めたものの、なんかその自分の表現みたいなものがいまいちよくわからなくて、だけどじゃあ私がその当時思っていたデザインっていうものはやっぱりクライアントがいて、なんか人のためになんか物を作るみたいな感覚があって、なんかどっちもしっくりこなくて、でその時に壁画っていう技術に出会って、なんだろう、公共性を意識しながらでも自分を出していいみたいな、なんか落としどころとしてなんかしっくりくる気がして、壁画をもうすごい講義の意味でのパブリックアートだと思っていて、パブリックっていうものって、現代に限らず常に人間社会がある限り、私たちは考え続けなくちゃいけないことで関わっている、続けなくちゃいけなくて生きている限り、なんかその中で、なんか考えることがいつもたくさんあるなと思うので、アート自体、衣食住ではないので、必然的なもの、身体にとって必然的なものではないかもしれないんですけど、そうですね、でも、問題を提起するものだと私は思っているので、文章でもいいと思うんですけど、問題に提起する、論じる場っていうのは、文章だと取っかかりがつかなかったりして、その点表現だと、場の力っていうのがあって、人をそこで一気に人とその問題の距離が近づいたりする力があると思うので、そこについてどちらかというと生命の維持っていうよりは社会の維持として必要なものだなって考えてます。なかなか人と関わるのが難しい中なんですけど、ちょっと新しい関わり方、それもインターネットとかちょっと通じて新しい人との関わり方っていうところを物理的に最後みんなが楽しくなるような作品を作るっていうのがちょっと一つのテーマなので、このコロナで大変な時期だけどちょっとそういうつながりを感じされるような作品ができたらなって思ってます。そう考えてたのは、団地の人を対象のアンデパンダンテにしたいなっていう。めっちゃ面白そうですね。もうなんですかね、
タバコの箱で作った傘とかいっぱい出てきたらいいなとか思ってる。団地アンデパンダやってみたいですね。まあいろんな趣味とか物を作ってる人はやっぱりこんだけ団地で人がいればいるんで、なんか一緒に集めてみたいなっていう思いがあります。